さて、期待の新作ディアブロライクが早期アクセス開始するも、ちょっと早すぎたかもしれず、物議が起きてるとのことで、今回はタイタンクエスト2の紹介を行います。こちらかのディアブロの見た目やゲーム性に準じて作られたアクション RPG です。上から見下ろし型で大量の敵を倒し、レアリティやランダム性能のついた装備を集め、独自の最強キャラを作ることを楽しむゲームです。1作目のタイタンクエストはディアブロ2の後に発売され、次のディアブロライクと呼ばれました。ディアブロ2準拠のスキルツリーに加え、デュアルクラスを採用したのが大きな特徴で、構成の幅の多彩さを表現し話題となりました。その後開発チームはタイタンクエストを純粋にアップグレードしたグリムドーンを発売し、Steam で大ヒット後、現在新たな DLC を開発中です。一方、今作タイタンクエスト2はスペルフォースという作品を作っていた別の制作会社が担当し、景観や美術面の美しさは目を見張るものがあります。また本家ディアブロはブッチャーという恐ろしいボスを生み出したこともあり、閉館はグロテスクですが、一方タイタンクエストはそういうゴア表現は控えめです。綺麗なディアブロライクとも言われており、アンリアルエンジン5でより美しくしたのがタイタンクエスト2です。はじめの水辺の青い表現は南国の海のようでもあります。そんなタイタンクエスト2ですが、昨日突如早期アクセスが開始しました。発売日なのにすでに非常に好評1000件ほどで、とても評判の良いスタートとなっておりますが、ところが一部物議を呼んでおります。ちょっと早すぎたんじゃないかというものです。今のところ4、5時間ほどで終わってしまいます。近年の早期アクセス開始のハクスラゲーはアクトが途中までしか遊べずともエンドゲームは別途用意されていたりします。パスオブエグザイル2、ノーレストフォーザウィケット、ドラゴンキンあたりが挙げられます。しかしタイタンクエスト2は現状設けられた内容をクリアするとそこで終わりであり、クリア後のダンジョンとかでアイテムを掘る楽しみなど用意はされていません。2016年早期アクセス開始したグリムドーンもそうだったという話もありますが、現代のトレンドの作りとはやや異なるリリースの仕方です。これはタイタンクエスト2が昔の作品の路線を目指しており、アップデート手法もそれをなぞっているためなのかもしれません。何かというと、ディアブロ4がかつて狙ったもの、あるいはパスオブエグザイル2が行おうとしているものと同等のゲーム性をタイタンクエスト2は表現しようとしていることが現状わかります。その昔のアクション RPG 好き人向けのバランスであり、タイタンクエスト1の戦闘と似た感触を得られます。つまりスローペースな進行です。今回遊んだ感じ、初めから終わりまでプレイ感覚はほぼ変わりませんでした。超シンプルかつじっくり育成です。近年のハクスラゲーは育成要素を超盛り込むため進行が早く、それだけ多彩なシステムに触れさせることで面白さにつなげています。特にバンサバものは展開の速さで有名ですが、そこにディアブロ系戦利品システムを組み込んだ作品は早々にレジェンダリー系をドロップさせ、序盤からスキルの性質変化を楽しめます。そういうバランスになれると、昔のアクション RPG 基準の作品は退屈に感じてしまう人も出てきます。よってディアブロ4はディアブロ2から3寄りのバランスに変えたし、パスオブエグザイル2はリリース当初から意見が真っ二つに分かれています。にしてもタイタンクエスト2は現状シンプルさがとても強いです。それは早すぎたというのが相まってもいます。まだ未実装のスキルがあるのと、入手したところで劇的に変わるイメージがつきにくいです。エフェクトも少なく昔準拠です。敵もそこまで超大量ではありません。装備の更新もゆっくりで、特殊能力付きのものがドロップすることもなく、少しずつ基礎パラメーターが上がっていきます。美術面が現代基準の昔のゲームバランスをあえて狙っていることが伺えます。なぜそんな往年のアクション RPG 的ゲームを現代に作るのかですが、一部に需要があるためです。ディアブロ4もパスオブエグザイル2もそれを狙ったわけです。ただディアブロ4に関しては時代の流れ的にディアブロ3を好むユーザーが多かったのと、ディアブロ2と3のミックスを謳っていましたが、リリースされたものはディアブロ2要素があまりありませんでした。ゆっくりなところのみ強調されていました。ということからタイタンクエスト2はこの先、ディアブロ2がヒットした理由の一つ、ユニーク装備ドロップでの面白さの捻出を試みていそうです。ただし、タイタンクエストやグリムドーンで評価されたスキルツリーを変えてしまっており、過去ヒットしたものを取り入れず、新しいものを作りたい病が出てしまっている可能性もあります。その上、ディアブロ4がディアブロ2路線で批判が多かった中、タイタンクエスト2の掲示板では、我々が作るものはシンプルではありませんと答えられていたのに、現状は何よりもシンプルになってしまっています。
今後ゆっくりと面白いシステムが追加される可能性がありますが、実態はまだまだ何年もかかりそうなペースにも感じます。これからの動きをじっくりと追いたいという方は、早期アクセス版購入をお勧めします。その他確認できた新しいシステムとしては、まずお金を払っての難易度変更と敵のリスポーンがあります。敵はそのままでは再び湧きません。ここら辺もその昔のアクション RPG の作りです。なぜそんな設計なのか何か考えがあるでしょうから、正式版で答え合わせとなります。また美しい景観を生かした作りとして時間の概念があります。これは見た目に変化を与えてくれ、冒険してる感が高まります。あと面白い特徴としてドッジとバリア両方が用意されています。昔のアクション RPG 好きの人はドッジを嫌うため、その対策としてバリアを用意するという力技が好感を持てます。使うと一定時間防御力が高まります。ディアブロ2ソーサレスのエナジーシールドと考えると良いです。そしてドッジ、バリア、通常攻撃、それぞれも一つのスキルとして強化と性質変化が可能です。ユニーク装備により超強力なバリアが張れたりすると面白くなっていきそうです。以上、タイタンクエスト2はまだまだな状況で早期アクセス開始となりましたが、今作のターゲットの人たちが求めるゲーム性に近づくほど評価もうなぎ登りとなることでしょう。リリース日は2025年8月2日で、価格は 20% 割引の3511円のため、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。というわけでここからは一体どんなゲームシステムなのか実際にプレイした様子をギュッとまとめたのでどうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。タイタンクエスト2。さあなんと以前のプレイテスト版のデータが残ってますね。まあせっかくなんで初めから遊びましょうか。まずは外見、女バージョンもあるね。結構体格もがっちりしたキャラもいますね。今のところプリセットから選ぶのみかな。細かい設定ができない。さらに難易度を上げると報酬が良くなるんですかね。まずはノーマル。これは他の人とトレードしないその設定かな。ソロセルフファンド。現状トレードあんの？どういう仕組みなんだ。さあ始まった。同じような感じですね多分。プレイテスト版と。グラフィックス綺麗ですね。明るいディアブロライク。ということで進めていきましょう。これは破壊できる？操作はバツが通常切りか。赤いハイライトが壊せるオブジェクトですね。なんか出るのかな。で、B でどっち？クール試し機。2度まで使える。弓が落ちた。これで装備。スワップエポンはこれか。で、なんか近寄りましたけど、これで拡大できるんだ。以前は弓の性能が微妙でしたけれど。どうかな。なかなか強いですね。問題ない感じだ。これはお宝。片当てかな。はじめはデフォルトで装備されますと。レアリティとアイテムレベルもありますね。ダブルダガーいけんのこれ。いけそうだね。二頭持ちにしてみたけれど。あまり振りは早くないね。水が綺麗だよな。でもこういう綺麗な海はあんまり魚が住めないと言われてますね。LB。LP でもポーション使える？上はなんだじゃあ。マナかな。で、ポーションは今回復したけれど、殴ってると回復しますね。ライフゲージになんか丸いサークルがあるけど、それが溜まるとポーションも溜まるのかな。さあ初めてのマジック装備かな。鎧ですね。ボタンを押したら装備してほしいね、これ。ソートは LS プラス Y。比較が RB プラス LS か。まだかかんな。キー設定だな。レベルアップ。アトリビュートポイント。以前はファイターにしたんで、今回魔法系でいきたいね。どれ上げたらいいんだ？ 2 ポイント割り振れる。ノレッジ。知識を上げてけいのか。真ん中はライフかな。右上ポイズンダメージ、ライトニングダメージ。こっちはファイヤーダメージ、コールドダメージ。右上げたい場合はどうしたらいいの？これでいいのかやっぱり。ノレッジ。1回割り振ると5上がりましたね。左はこれなんだ？ステータスか。スタッフだ。これで魔法が使えそうですね。通常攻撃は飛び道具になりますと。カブトを装備した時に非表示にすることができますね。設定で。ちょっとやってみようか。一番上にある。ハイドヘルメット。頭が見えるようになった。さあ、はじめのマスタリー？あとコアってあるけど、魔法使い。どれも魔法は使えるかもしれませんけど、とりあえずそれっぽい。ストーム。こいつにしましょう。で、はじめはどれを取るか。
現状はまだカミングスーンだ。この上は。で、基礎的な攻撃能力も高められましたね。一番左はアイスシャード。これはライトニング。レイジングマインド。これは右側はパッシブでしたっけ？こっちね。こっちがアクティブスキル。まだこれ一つ取りましょうか。1ポイント。割り振るほどモディファイをいっぱいつけられるという仕組みでしたっけ？サンダーストーム。これは1個取れましたね。取り外し自由でしたっけ？とりあえずコールライトニングの性質がちょっと変化したわけですね。サンダーストームにより。で、パッシブ。これはスペルダメージ。キャストスピードが上がる。ガンブリでも良さそうだね。こっちはマナ回復か。これも重要になってくるのかな。どれくらいマナ減るんだろうね。とりあえずこちらに2ポイント。ダメージ重視でいこう。リスペックモード。お金がかかる。で、Y で使える。おう、派手だね。マナはそこそこ使えますね。あと左はなんだこれ。バリアか。ああ、そうか。思い出してきた。まあ、いわゆる既存ディアブロライクはね、どっちに否定的な人もいるわけですよね。その人向けにバリアが設けられる。でも左だからちょっと押しにくいね。まあ、このバリアを鍛えてもよし。どっちもバリア、どちらも取らなくてもよい。ライフ上げるとかね。あ、コア。こっちか。こっちが基礎的な能力ですね。プライマリーアタック。プライマリーアタックは2つあるんだけど。これどういうことだ？あとこれでバリアが強化できますね。エナジーバリア。あとどっち能力。まあ、これらもあれだよね。モディファイアで強化できる。あ、プライマリもいけるか。これ取ってみようか。じゃあまず。どういう能力を加えるか。設定できる。あ、これ貫通力が増えるんだ。バイタリティダメージ。生命力ダメージか。敵をスローにする。これに取れないのは2マス必要って言われてんだね。もう1ポイント割り振れば取れる。割り振りましょう。これライトニングストライクだね。通常攻撃にもライトニングを乗せられる。お、当てると雷がほとばしりますね。ここで2つ目かな。そのようだね。しかしどれを取るか。プレビューで内容を見れる。さっきの見る感じ、アサシンが毒系になるんじゃないかな。毒と雷がなんか同列に配置されていたからね。アサシンではなくてログか。これにしてみましょうか。スキルツリーが3つになりましたね。ポーションはパスオブエグザイル形式か。あ、でもグリムドーンも後のアップデートでちょっと変わったんでしたっけ？ポーションが。あ、なんか勝てそう。ダメージ的に。あ、痛い痛い痛い。すげえ食らった。ほら！やったか？あれ？倒した？やったー。さあ、お宝ジャラジャラ。ちゃんと倒せるようになってますね。ディビニティ6。なんかのポイントを入手した。マスタリーズのディビニティポイントをユージング&ゲイングディビニティ。一番左を、これで割り振れるんだ。ちょっと形態がやっぱり変わってますね。これを6まで上げれば、次のこれらがアンロックされるという形式になってる。なんかあるぞ。ようやくスタッシュが使えるのか。スタッシュ。とはいえ、預けられるものは現状ありませんね。エディットタブ。タブを増やすには購入するのか。どれくらい買えるかですけれど。リチュアルズ。お金を払ってなんかもらえるのかな。エフェクト。リスペック。これは今までのリスペクトは違うの。これのリスペックができるという話か。こっちはいつでもできるけどね。右はなんだ？なんと難易度の変更ができる。お金を払えば。真ん中はなんだこれ。敵のレベル調整する。難しさ以外にの結構払うね、お金。リスポーンエネミー。お金払うと敵がリスポーンするんだ。そういう仕組み。ガラリと景観が変わりましたね。夜の不気味な景観になってきた。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方はぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。